英語字幕が利用できます。今回のハック&DIY チャンネルは S 社の探検丸システムを解析して電動リールの推進や魚群探知機の映像を記録できるようにします。前回の動画のようにいろいろと釣り用の水中カメラを作っています。また、穂先の動きを撮影しながら加速度センサーで釣り竿の動きも記録できるロッドカメラなんかも作っています。ロッドカメラと水中カメラを合わせるとこんな映像が作れたりします。釣り竿にはガンガン当たりが来てますが、水中ではまだ餌の魚が逃げてます。泳がせ釣りでは早合わせは厳禁とよくわかりますね。前置きはここまでとして本日のお題は魚群探知機とリールです。水中カメラやロッドカメラの映像に魚群探知機の映像やリールの推進などを一緒に表示できるととても面白いと思うのです。魚群探知機は本来は船長が見るためのものですが、島の社が釣り人でも魚群探知機の映像を見れるもすごく面白いシステムを提供してくれています。それがこの探検丸システムです。探検丸システムに対応した釣り船では、島の社が販売する探検丸子機を使うことで、釣り人も船の魚群探知機の映像を見ることができます。また、島の社の電動リールと探検丸子機を接続することで、魚群探知機の映像とリールの推進などを一緒に表示できます。なお、探検丸システムは無線通信にジグビーを使っているとマニュアルに書かれています。つまり、やることは一つですね。それでは、探検丸の電波を解析して、魚群探知機の映像とリールのデータを記録できるようにしていきましょう。早速、解析に使う機材を準備します。ジグビーの通信解析は CC2531 というチップを搭載したアダプタを使うのが定石のようです。Amazon などで安く売っていますが、みんな何に使うのでしょうか？まずは、室内で試してみます。電動リールと探検丸子機を接続して、探検丸子機にリールのデータを表示させます。ジグビーの解析ツールを起動すると、リールと探検丸子機の通信データが取得できました。18番チャンネルで通信しているようです。データの中身も、推進やコマセタイマーなどの数値が平文でそのまま入っているようです。通信が解析できたので、簡単にプログラムを組んで、リールデータを映像に変換してみます。こんな感じで、リールデータを解析することができました。次は、魚群探知機の方のデータ解析ですが、こちらは釣り船まで行かないとデータが取得できません。さすがにパソコンを釣り船に持ち込みたくなかったので、ラズベリーパイを使って、ジグビーの電波傍受ツールを作ります。ジグビーのアダプタに加えて、時間がわかるように時計モジュールを追加しています。一時的に使うだけのものなので、こんな感じにテープで留めて、ジップロックに入れて防水して船に持ち込みます。はい、ありがとうございます。かわいいサイズ。無事、魚群探知機の方のデータも取得できました。取得したデータを眺めて、頑張って解析していきます。魚群探知機のデータも、特に暗号化などはされておらず、推進や画像などのデータがそのまま入っていました。簡単にプログラムを作成し、1回の測定文を画像に変換してみます。魚群探知機の画面の一番右端の一列ですね。データから変換した画像はこんな感じです。正常に変換できているようですね。さて、これで電動リールのデータと魚群探知機の画像を記録して後から見ることが可能になりました。水中カメラやロッドカメラと組み合わせれば面白い映像を作ったり、
魚の習性を分析したりできると思います。ただ、必要な機材が増えすぎて、これを全部持って釣りに行くのはもはや苦行です。なので、この3個をくっつけて一つにしてしまおうと思います。ロッドカメラをベースにジグビーの電波受信機能と小型の液晶を搭載することで、探検丸データの記録機能と探検丸子機としての機能を追加します。つまり、釣り竿に固定することで穂先の映像、釣り竿やリールの動き、魚群探知機の画像を記録し、ついでに探検丸子機としても使える超高データレコーダーとも呼べるものを作りたいと思います。ハードウェアもソフトウェアも結構開発が大変になりそうですが、なんとかキハダマグロのシーズンには間に合わせたいと思います。今回の内容はここまでです。最後までのご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。